1週間の地震についてお伝えする週間地震情報です。まずこちらの図をご覧ください。こちらは15日日曜日の午前10時までの1週間に発生しました震度1以上の地震の震源をプロットしたものになります。この1週間ですけれども、関東から東北の太平洋側で体に感じる地震が複数回起きております。震度3以上の地震は1回観測されました。その1回がこちらです。9日の月曜日21時頃に起きました岩手県沖を震源とする地震です。赤い×印が震源でして、マグニチュードが 4.4、震源の深さ20キロとなっております。この地震で岩手県の久慈市、そして青森県の八戸市などで震度3の揺れを観測しています。この岩手県沖を震源とする最大震度3以上の地震は11月24日以来のことです。この岩手県沖というのはもともと地震活動活発なエリアなんですけれども、今年に入ってからは特に強い地震は起きておりません。震度3以上の地震は3回発生をしまして、いずれも10月以降に起きています。今回の地震はですね、深さが20キロとなっておりまして、この辺りで起きる地震としては比較的浅い場所で起きています。いわゆるプレート境界というものではなく、陸の近くですね、近く部分で起きた地震になるのではないかというふうに見られます。こういったタイプはそれほど規模は大きくならないものなんですけども、浅いということで震源に近いところの揺れが大きくなる特性があります。最近ですと、今回の震源の少し南で2022年3月にマグニチュード 5.6 の地震がありまして、震度5強の揺れになった事例もあります。そして海外の地震です。USGS アメリカ地質調査所が決定したマグニチュード 4.5 以上の地震の震源をプロットしたものになります。この期間ですけれども、アリューシャン列島でマグニチュード6クラスの地震が相次ぎました。また、日本時間の14日朝には、こちら、南米チリで発生しましたマグニチュード 6.4 という地震もありました。このチリの地震、震源はですね、陸地の直下ということになるんですけれども、深さが111キロと深い場所で起きたものでして、震源が深かったことで、地上付近での強い揺れにはなっておりません。また、津波の発生もありませんでした。で、このチリですけれども、沖合のナスカプレートと南米プレート、こちらですね、南米プレートが衝突するエリアに当たっておりまして、世界的に見ても地震活動が大変活発なエリアです。また、このプレート境界で大きな地震が起きた場合は、太平洋に津波が発生をしまして、日本にも津波がやってきたことがあります。今回の地震、そこまでの規模でもなく、また深いものでしたので、津波などの心配はありませんでしたけれども、このエリアの巨大地震に関しては、常に日本列島においても注意を要するエリアということが言えそうです。最新の国内の地震情報ですとか、海外の地震に関するニュースについては、お天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。